もう韓国恋しくないでしょ？日本に9年も住んだからめっちゃ聞かれます。いや、でもそんなことないんですよ。韓国のあれが脳みそを殴ってくるんです。ああ、今、ハンガンでチキン食べたいって、日本が嫌いとかそういう話したいわけじゃなくて、たまにね、韓国の DNA が暴れ出す時があるんです。この動画を見ると、韓国人ってそういうところに感情動くのかってわかると思います。今日は5つの瞬間を話します。まずね、一つ目、おばあちゃんの、はい、これサービスねが恋しいって話です。おかずがいっぱい出ますよって話なんですが、まずね、日本の場合見ましょう。日本のご飯屋さんってほんと丁寧ですよね。定食も綺麗で、副菜とかも整ってる。店員さんも静かで丁寧。決まった品質を決まった量できっちり出す。これすごく安心なんだと思います。だから、吉野家、松屋、大戸屋、どこ行っても安定しましたよね。これを見ると、きっちり文化を感じます。たまにね、韓国に帰ってると脳がバグってるんですよ。まだ出てくるの的な感じですね。自分はチャーハン頼んだのに、なんかキムチとかナムルとかスープとか卵焼きとか頼んでるのないのに、机埋まるんですね。あなたが頼んだのチャーハンだけど、おまけでいっぱい食べなみたいなことあるんですね。でもこれっていっぱい出るからもちろん問題もあって、食べ残し多かったり、衛生が雑な店あったり、副作用はあると思います。でもね、たまに疲れてる日とか、もう研究でボロボロの日とか、雨の新宿から帰る夜、急に恋しくなるんですよ。おせっかいなおかわりとか、死ぬほど出てくるこのおかずだったりとか、野菜いっぱい意図せずに食べたいな、みたいな、こういうのを、たまに感じる時があります。で、二つ目、役所1分爆速デジタルっていうのが恋しいって話なんです。まず日本の場合を見てみますと、僕が思うに日本の役所とか、どこ行ってもそうですが、慎重なんだと思うんですね。役所も銀行も確認を大事にする。だから安心な面あると思います。ミスが減らされる。責任も明確にできる。日本社会の強さって、細かい部分までちりやらせる強さなんだと思うんです。でも、韓国に帰るとびっくりする時があるんですよ。早すぎるだろうって。例えば、住民票みたいな書類、韓国のウェブサイト見てると、なんかスマホで数分でできたりとかするんですね。アプリ開いて認証して終わりみたいな、深夜2時にもすることできるんだっていうのがたまに感じるんですね。これは、別に日本が変えろって話ではないんですけども、日本だと、未だに多分印鑑とか紙とか窓口営業時間だったりとか、僕が合わせるべき問題と思うんですけれども、なんか韓国のね、とりあえず便利にしようっていう考え方を、味わいをしてしまって、もうスピード、感覚がもう狂っちゃうんですね。宅配とかもそうで、当日配送とかあるらしいんですね。なんか午前中に頼んだら午後4時ぐらいに着いてるみたいな。だからもう韓国に帰ると、もう自分の中にあった早く早くモードが急に出てきて、もうエレベート閉まるの遅いだけで長いって感じてババババって押したり、日本の慎重さで安心して、同時に韓国の速さになんか興奮する、ちょっと感覚が変になってます。で、3番目の話、深夜2時でも終わらない街の熱気ってことですね。深夜でも普通に何事もないようにお酒飲んでたりとか、そういった夜の話ですね。日本の夜って、新宿とか上野とかじゃない限りは、静かなんだと思うんですね。住宅街、夜11時、店閉まって、電車も減る。みんな家に帰る。周りに迷惑をかけない。日本の夜っていうのはその文化でできてると思うんです。だから安心して眠れるし、治安も良いですし、静けさもある。これ僕大好きですね。で、これも本当にたまになんですけれども、韓国のうるさい夜、ガンナム駅のうるさい夜が、たまに恋しくなる時があります。例えば、カンナム駅というところで行くと、なんか深夜1時なのに、もうチキン屋が満席とか、みんなビール飲んだりとか、24時間カフェというわけわかんないところでみんな座ったりとか、ハンガンも、夜10時ぐらい、11時ぐらいにもうランニングする人いたりとか、11時ぐらいになんかデリバリーバイクが爆走して、もうチキン頼んで食べてる人が多分いるんですね。で、もちろん騒音とか飲み文化で喧嘩したりとか、睡眠不足だったりとか、健康的ではないと思うんですが、この人間って欲って終わりがないじゃないですか。この楽しい記憶だけなんか欲しがっちゃうんですね。なんか今、ソウルなら深夜1時なんだけど、カンナム駅にタクシー乗っていて、そこで3次会できるんじゃないのみたいな、そういった熱気、笑い声みたいなことが3年に1回ぐらい、出てくるときはあります。
で、4番目の話、ズガズガ来るのにっていう韓国式会話です。その距離感の話をしたいと思っています。日本人の場合って、その距離を適切に守るっていうの大事ですし、丁寧ですよね。踏み込まない。だから安心感あります。空気を読んで迷惑をかけない。相手を尊重する。日本の素敵なところだと思っています。韓国はちょっと逆なんだと思うんですね。めちゃくちゃ近いってことですね。初対面なのに何歳彼女いる年収いくらどこ住んでんのなんでそんなに太ったのみたいな。こういう同じ会話日本でしたら驚かれますし、縁切れますよね。もちろん韓国でもプライバシーなかったりとか、干渉強くてこれストレス受ける人いたりだったりとか、なんか初対面なのにもう感情が入りすぎて喧嘩したりとかっていうのはあると思うんです。だから僕も日本に来て干渉してこなかったりとか、自分のスペースを許してくれるんだっていうのが安心ですし、今もそういうとこ好きなんですね。似たような話で、韓国のこういうところね、もう年に1回、数ヶ月に1回は欲しいな的な部分がたまに出てくるんですね。例えば韓国だと、ご飯食べたっていうのが挨拶なんですけれども、これは本当にご飯食べてるかどうか気になってるんじゃなくて、ちゃんと生きてる最近辛くないご飯行くみたいな意味が入ってるかもしれないんですね。だから、日本の優しさっていうのは、静かな優しさ、あなたはあなたの人生を生きる。そういうのが優しさ。韓国の優しさは、もう押し寄せていく。もう入っていて、人生、一緒に考えようや、落ちてこれダメだろうや、みたいな考え方の違いがあるような気がしますね。で、5番は、ハンガンチキンビールの破壊力ですね。その皮を見ながら、食べていたという特殊な環境の話でしかないんですけれども、日本の公園って綺麗ですよね。静かで整備されていて、家族連れも安心ですし、そこに体育施設もちゃんとあって、ルールもある、ゴミの少ない、日本社会の秩序を感じますね。韓国には、ちょっとなんでしょう、特殊な場所があって、それハンガンなんですね。ソウルを2つに分ける川です。巨大な川。ここに人集まるんですよ。カップルとか大学生とか、会社員がみんな芝生に座ってチキンとかビールとかラーメンとか食べてますね。しかもスマホで注文するとバイクがハンガンまで届けてくれる。風とかネオン、川の匂い、アルミ缶の冷たさ、トークの笑い声っていうのが、その川を見ながらソウルのど真ん中でやってるわけであります。もちろんね、これも問題あって、最近だとハンガンでテントあって、その中で、大人の行為をしてるってことが社会の問題になってたりするんですが、ハンガンという結構特殊な場所、その都心のど真ん中に存在しているだったりとか、気軽に遊びに行くっていう場所が、ソウルにあって、そういう夜の風ってことを思い出すと、気軽に行ける場所あったなっていうのが、たまに思い出すことがあります。って感じですが、ここまで聞いて勘違いしてほしくないところがあって、日本が変わるべきだとか、そういう話、1ミリもしたい思いがありません。僕の場合は日本に住めて嬉しいと思っていますし、これは9年住んでてずっとそう思っています。で、今日の話っていうのは、人間というのは不思議なもんだなって話が、最終的にはしたかったんですが、今ある幸せになれると、今度はね、今ない幸せっていうのを無理やり探そうってなるんだなって僕は感じています。今日の話ですと、昔あった別の幸せですね。日本にいると韓国の熱気が恋しくなる。でも韓国に帰ると今度は日本の静けさが恋しくなる。人間の欲って無限なんだなと思いました。だから僕はどっちも知れてよかったって思いながら生きています。東京の静かな夜にふとハンガンを思い出す。日本の綺麗な定食を食べながら韓国のおばあちゃんのもっと食べるを思い出す。そうやって韓国の思い出を大事にしながら今は日本で生きています。それが9年日本に住んだ韓国人の正直な気持ちです。はい。というところでよかったら他の動画もぜひ見てください。以上、パクンでした。アンニョン。